みんな、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は大航海時代のロマンあふれる国、ポルトガルからホットなニュースをお届けするのだ。実は、ポルトガルって、とっても意外な豆知識があるのだ。みんなが知ってる、イギリスっていう国名。英語じゃなくて、なんとポルトガル語の、イングレスって言葉が元になってるのだ。びっくりなのだ。今日もずんだもんがポルトガルの最新ニュースを5つ厳選してきたのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュースなのだ。元 CDS 幹部が離党。 CDS はパレスチナへの侵略者に勝たんというなんだか穏やかじゃないタイトルなのだ。長年党を支えてきた方が党の姿勢に強く反発して離党したというとても重くてとっても大きなニュースなのだ。一体何があったのか、ずんだもんもとっても気になるのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録も、ぜひぜひよろしくお願いするのだ。さあ、みんなで一緒にポルトガルの今を見ていくのだ。ヨーロッパの南西、イベリア半島の西端に位置し、大西洋に面した国、それがポルトガルなのだ。首都は、7つの丘に広がる風光明媚な港町、リスボンなのだ。この国は、15世紀の大航海時代にバスコ、ガマなどの偉大な探検家を輩出し、世界を舞台に活躍した輝かしい歴史を持つなのだ。その影響は今日まで世界中に残っているのだ。現在は民主共和制を採用しているのだ。人口はおよそ1000万人と、比較的コンパクトな国なのだ。しかし、その魅力は計り知れないのだ。主要産業は観光で、美しい海岸線や歴史的な街並みが世界中の人々を引きつけているのだ。ワインやオリーブオイル、コルクの生産も盛んなのだ。特にポートワインは世界中で愛されているのだ。また、新鮮なシーフードを使った料理は絶品で、食文化も豊かなのだ。哀愁を帯びた独特の民謡、ファドや、街を彩る美しい装飾タイル、アズレージョは、ポルトガル文化の象徴なのだ。最近では、スタートアップ企業を積極的に誘致し、ヨーロッパのシリコンバレーを目指す動きも注目されているのだ。観光業も絶好調で、世界各国から訪れる旅行者で賑わっているのだ。歴史と文化、そして未来への活気に満ちた、本当に魅力あふれる国、それがポルトガルなのだ。一つ目のニュースなのだ。モンテネグロ CSI 費用は財政健全性を損なわないという記事なのだ。みんな、ウェブページの要約の時間なのだ。今回注目したのは、ポルトガル政府と野党の間の議論について書かれた記事なのだ。なんと、この国の首相が新しい立法機関で初めての各州討論会のために議会に戻ってくるというのだ。この討論会は、政府が外国人法の改正案を提出したばかりという、とってもホットなタイミングで行われるらしいのだ。記事のタイトルからもわかるように、政府と野党は、ガザ問題から移民のこと、教育や健康といった幅広い分野で、いつも意見が食い違っているようなのだ。特に移民政策については、最近、政府が子供のいる夫婦の家族再統合に関する制限を撤回するという動きがあったみたいで、これは大きな変化なのだ。それから、2026年度の国家予算案、通称、OE2026 についても話が進んでいるのだ。この予算案は、10月28日に全体的な採決が行われて、その後11月27日に最終的な採決が予定されているのだ。でも、この予算案にはちょっと心配な点もあるのだ。それは、財政のバランスが社会保障の余剰に大きく頼っているということなのだ。もし社会保障の状況が変わったら、予算全体に影響が出ちゃうかもしれないのだ。こんな感じで、政府と野党が重要な政策で常に意見がぶつかっている状況が伝わってくる記事だったのだ。今後の彼らの議論がどうなるか、ずんだもんも注目していくのだ。二つ目のニュースなのだ。政府、所得税の家賃控除増額へ、適正価格、物件限定、
という記事なのだ。ポルトガル政府さんがね、最近困っているお家の問題、つまり住宅危機を解決するために新しい対策を決めようと頑張っているのだ。この対策のポイントはね、以前からちょっと議論になっていた適正価格、バロールモデラドっていう考え方なのだ。政府さんはこの適正価格がね、不動産を高く売買したり貸したりする投機につながる可能性があるって考えているみたいなのだ。発表された対策にはいくつか大切なことがあるのだ。まず一つ目は、家主さんがお家を適正価格で貸してくれたら新しい税金がお得になる制度を作ることなのだ。これは家主さんにも協力してもらうための工夫なのだね。そして二つ目は所得税 IRS で家賃を引ける金額を増やすことなのだ。来年2026年には最大で900ユーロまで、さらに2027年には1000ユーロまで引けるようになる予定なのだ。家賃の負担がちょっとでも軽くなると嬉しいのだ。でもね、この家賃控除が増えるのは全部の賃貸物件に適用されるわけじゃないのだ。あくまで適正価格で貸されているお家だけに限られるっていう条件があるから、そこは注意が必要なのだ。政府さんは適正価格を基準にみんなが住みやすいお家が増えるように考えているのだね。3つ目のニュースなのだ。多方面の議論と注目を経て、中一銀行がカルテルについて議会で説明という記事なのだ。ずんだもんはびっくりしたのだ。なんとポルトガルの11もの銀行が議会に呼ばれて、昔のカルテル疑惑について説明することになったのだよ。これはね、チェガトーっていう政党が銀行の不正行為を監視する機関がマークした銀行の責任者みんな議会に来てもらうのだって要請を出したからなのだ。社会党はこんなの厚かましい機械主義なのだって文句を言いながらも、この要請には賛成票を投じたのだ。でも社会民主党は反対したのだよ。いろんな意見があるのだね。この一件で特に名前が挙がったのはサンタンデールドッタ銀行の頭取さんだったのだ。でも残念ながらこのケースは時効が成立しちゃって、当局による処分は無効になっちゃったのだ。記事にはちょっと面白い例え話も載っていたのだ。それは村のバンドコンテストの話で、一生懸命準備したバンドが前のバンドに自分たちと同じ曲を先に演奏されちゃった時、同じ曲でももっと力強く演奏しちゃうのだって思ったって話なのだ。これは銀行のカルテル問題も一度は時効で片付いたかに見えても、今回の議会招致でもっと強く再燃するかもしれないっていうことを示唆しているのかもしれないのだね。ずんだもんもこの状況がどうなるのかちょっと注目しているのだ。4つ目のニュースなのだ。社会党ソアレスの役割無視を理由に11月25日委員会への参加を拒否という記事なのだ。 PS は1975年11月25日の50周年を記念する式典の準備委員会には参加しないことになったのだ。これは政府が作った委員会の決議が民主化におけるマリオ・ソアレスさんや PS、そして9人組の果たした大切な役割を隠していると PS が考えているからなのだ。 PS は政府が歴史を都合よく書き換えようとしていて、対立を煽るような物語を作ろうとしていると強く批判しているのだ。だから PS は自分たちで独自の記念プログラムを用意してこの日を祝うつもりなのだ。 PS の議会リーダーであるユーリコ・ブリアンテ・ディアスさんも、政府が歴史を書き換え PS やソアレスさんたちの功績を無視していると厳しく非難しているのだ。ちなみに PS が抜けた委員会の場所には自由主義イニシアチブという政党が入ることになったのだ。 PS はポルトガルの民主主義を守るために自分たちの視点からこの歴史的な日を正しく伝えることが重要だと考えているのだ。これは歴史の解釈をめぐる政治的な問題として注目されているのだ。
5つ目のニュースなのだ。元 CDS 幹部が離党。CDS はパレスチナへの侵略者に加担という記事なのだ。元 CDS、PP の幹部で長年党員だったラウル・アルメイダさんが40年間所属した大切な党を離れたのだ。なんだかとっても大きなニュースなのだ。アルメイダさんが党を辞めた一番大きな理由の一つは CDS がパレスチナ国家の承認に反対する立場を取ったことなのだ。彼はこれを偽善で道徳に反するとんでもないことなのだとっても強く批判しているのだ。だって CDS は民主キリスト教で人道主義を掲げる党なのにこんな姿勢はありえないって考えているのだ。実は CDS が主要政党の PSD にどんどん従属していくことにもずっと不満があったそうなのだ。それが積もり積もって今回のパレスチナ問題での立場が最後の決め手になっちゃったのだ。アルメイダさんは CDS がガザの紛争で侵略者の側を選んだとまで言い切っているのだ。もうこれ以上一緒にいられないと感じた気持ちが伝わってくるのだ。火曜日には CDS、PP の党首であるヌーのメロさんに自分の決断を記した手紙を送って正式に離党を伝えたそうなのだ。アルメイダさんにとってこの離党は全てが終わったというくらいのとても重い意味を持っているのだ。40年間という長い年月情熱を注いできた党との関係に自らピリオドを打つことはきっとものすごくからかったに違いないのだ。CDS のパレスチナに対する姿勢は彼が信じる党の原則とあまりにもかけ離れていたんだね。人間主義的な視点を大切にするアルメイダさんの気持ちを考えると済んだもんも悲しくなるのだ。この決断が今後のポルトガルの政治にどんな影響を与えるのかちょっと心配なのだ。本当に魅力あふれるポルトガルなのだ。今日は政府と野党の白熱した議論、住宅対策、銀行の疑惑、歴史の解釈、政党の離党と政治や社会のさまざまな動きを知ることができたのだ。歴史と未来への活気があふれるこの国の今後に澄んだもんも注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。